こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回は企画ものをお届けするぜ。ほほう。最近はいろんなものの値段がアップしてるから、少しでも趣味をリーズナブルに楽しめないかと思ってさ。今回のネタはこちら。燃費丸0キロ、L、今買える経済的な低燃費バイク14選。400cc 以下で WMCT 燃費が30キロ以上、高速が使えレギュラーガソリンのバイクをまとめてみたぜ。ソロでもマスでのペアツーリングでも、燃費良くて高速が使えるバイクなら、気持ちも財布も楽ですしね。それでは、青月電子代、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。エコのバイクで走り出す、財布に優しいバイク14選。中型編、400cc から 150cc です。コメントでいただいたネタを使わせていただきました。視聴者の皆様、コメントありがとうございます。今回は中型までの紹介です。紹介されなかった低燃費バイクがあったら、教えてくださいね。じゃ、はじめご。国内中型編、400cc、150cc。それじゃ、14位からスタートだぜ。14位、BMW G310 GS30.3kg。GS シリーズの末っ子。そうさ今こそアドベンチャーしてる G310GS だぜ。タンク容量は11リットルなので、航続距離は 333.3km ですね。これが今回のベンチマークね。では、カラーバリエーションはこちら。ポーラーホワイトレーシングブルーメタリック、からまたダーク、ゴールドメタリック、コスミック、ブラック3の3色ですね。複数パーツを組み合わせた、凝った造形のフロントとタンク周り。さすがベイビー GS だ。ホイールの形も独特ですね。フードプロセ。2021年モデルでは GS モデル、ヒストリー40周年記念の黒木カラーも発売されてたぜ。これはかっこいい。でもすでに販売終了なので、中古で見つけたら要チェックモデルですね。では、最新モデルはどんな感じですか？最新の2022年モデルはカラー変更だな。本仕様は2021年から変更はないぜ。ユーロ5対応済みで、スロットルはライドバイワイヤー化、アシスト&スリッパークラッチの採用、トーカルイは LED 化ですね。ゴールドアルマイト仕上げの倒立フォークに、ブレーキキャリパーはバイブレ製。調整ダイヤル付きブレーキクラッチレバーですか。この排気量では珍しいですね。ちなみに兄弟車がいるぜ。ネイキッドスタイルの G310R と、フルカウルの G310RR だ。G310RR は、まだ国内未導入ですね。では、G310GS2022 のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 313cc、最高出力は34馬力 9500rpm、最大トルクは 2.8kgf、M7500rpm、シート高は 835mm、車両サイズは 2075-880-1230、重量は 169.5kg、ガソリン容量は11リットルで、燃費は 30.3km、航続距離は 333.3km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は79万円。グバイクの中古車価格帯は、39万500円75万9000円で58台だな。13位、ヤマハ、トリシティ300、31.5kg。最新 LMW の中でも、意欲的な装備を取り入れているトリシティ300だぜ。タンク容量は13リットル。燃費は 31.5km で航続距離は 409.5km ですね。安心の400キロ台だな。では、カラーバリエーションはこちら。ブルーイッシュグレーソリッド4、マットグレーメタリック6、マットダークグレーメタリック A の3色です。大柄なスタイルは大迫力で未来的。そして燃費も良い。でも街中では全く見ません。売れてないの？そんなことない。2020年、2021年は、251-400cc の販売台数トップ10に入ってるし、地元の中古バイク屋でも見かけるぜ。三輪は二輪より安定性が高いし、一目で感じる未来感もありますが、LMW 機構は複雑だし、タイヤ代も余分に必要だし、300cc で約100万円だし、これはちょっと二の足を踏んでしまいます。そこは惚れた弱みってことで。では、最新モデルはどんな感じですか？ 2021年モデルは、色々装備が追加されてるぜ。目玉機能は、停車時や押し歩き時に車両の自立をサポートする、スタンディングアシストだ。死ぬ時は直立モード、ね。ガンヘッドか。でもさ、スタンディングのアシストってことは、取りしては自立しないの？しないぜ。フロント二輪なので、左右のバランスが取れてれば自立するけど、どちらかに重心をかけ続けると倒れるぞ。この機能は、中停車時の転倒防止というより、狭い場所での押し歩き時に、重い車体を扱いやすくする機能だな。覚えておきます。フルヘルメットが2個入る約45リットルのシートかトランク、ABS と UBS 前後連動ブレーキ。坂道で嬉しいリアブレーキロック、スマートキーシステムも装備してるぜ。ふむふむ。では、トリシティ 300ABS2020 のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 292cc、最高出力は29馬力 7250rpm、最大トルクは 3kgf、M5750rpm、
シート高は 795mm、車両サイズは 2250-815-470。重量は 237kg。ガソリン容量は13リットルで、燃費は 31.5kg WMTC。航続距離は 409.5km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 95.7 万円。グバイクの中古車価格帯は、59万8000円88万9900円で9台だな。12位、スズキ、V ストローム 250ABS、31.6km。幽霊短気筒の SX が登場しても、併売されると言われている V ストローム250だ。タンク容量は17リットルで燃費は 31.6km。航続距離はなんと 537.2km ですか。低燃費と大容量タンクの組み合わせで燃費無双だ。では、カラーバリエーションはこちら。パールネブラーブラックハイテックシルバーメタリック、パールネブラーブラックソリッドダズリンクールイエロー、トリトンブルーメタリックナンバー2、パールネブラーブラックの4色です。V ストといえばマルメライトにくちばしね。2017年の登場時から変わりないスタイルだ。俺たちのスズキは、スタイルも性能も高次元でバランスのと、ここにスズキン保持者がいます。で、最新モデルはどんな感じですか？デザイン同様、初代モデルから大きな装備変更はなしだ。コンパクトなウィンドスクリーン、ナックルカバー、サイドケースアタッチメント、センタースタンド。使い勝手に振った装備が満載、車体制御は ABS のみだ。あれ、新排ガス規制には未対応ですか？そうだな。ひょっとしたら併売じゃなくて、在庫作りためかもな。中古の玉数も多いし、高値高騰になる雰囲気もないので、もう少し様子を見てから購入してもいいと思います。では、V ストローム 250ABS2019 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2kgf、M6500rpm、シート高は 800mm、車両サイズは 2150-880-1295、重量は 189kg、ガソリン容量は17リットルで、燃費は 31.6kg WMTC、航続距離は 537.2km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 61.38 万円で、グバイクの中古車価格帯は、33万5800円69万9900円で268台だな。11位、ホンダ、フォルツァ、32.0km。2000年からじわじわ始まったビクスクブーム。その時代から生き残る 250cc スクーター、フォルツァだな。タンク容量は11リットルで燃費は 32km。航続距離は 352km です。では、カラーバリエーションはこちら。パールスモーキーグレー、マットガンパウダーブラックメタリックの2色ですね。昔は、スクーターにもカラーオーダープランがあって、オレンジとかバイスブルーがあったんだぜ。今はすっかり落ち着きましたね。落ち着いたのはカラーだけじゃない。基本装備も価格に見合ったものになってるぜ。では、最新モデルについて教えてくださいな。2023年モデルでは、ヘッドライトとテールライトのデザイン変更と、新排ガス規制への対応だぜ。持ってるだけでエンジン始動できるスマートキー、ヘルメット2個入る大容量ラゲッジボックス、電池切れの心配なしの USB ソケット、パニック時に活躍するエマージェンシーストップシグナル。不安定な路面でも、安心して走れるトラクションコントロールも装備している。このクラスのスクーターなら、どっしり構えて、まったり走るのがお似合いですね。では、ジェントルなツーリングが楽しめるフォルツァのスペックを教えてください。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は23馬力 7750rpm、最大トルクは 2kgf、M6250rpm、シート高は 780mm、車両サイズは 2145-750-1360、重量は 186kg、ガソリン容量は11リットルで、燃費は 32kg WMTC、航続距離は 352km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 69.19 万円。グバイクの中古車価格帯は、12万9000円75万8000円で115台だな。さ、まだまだ燃費は伸びるぞ。10位、スズキ、GSX250R、33.2km。再燃した 250cc フルカウルスポーツにスズキが出した回答は、GSX-R を連想させるスタイル、中低速トルクと燃費、日常的な使いやすさにフォーカスした、GSX250R だぜ。タンク容量は11リットルで燃費は 32km。航続距離は 352km ですね。カラーバリエーションはこちら。トリトンブルーメタリックナンバー2と、その他の3色です。2022年の元 GP 撤退後、唯一エクスターカラーが残されたモデルだぜ。鈴木100周年の2020年に、元 GP のワールドチャンピオンと、チームチャンピオンを獲得したマシンのレプリカカラーですね。鈴木のレース史に偉大な1ページを刻んだカラーリングです。よくご存知で。私も保菌者ですから。それじゃきっと、基本装備もすごいんでしょうね。最新型はどんな感じなの？最新モデルは2021年型で、車体制御は ABS のみだ。トラコンやライディングモードは装備されてない。V スト250と同様、新排ガス規制未対応なので、規制対応したら燃費は下がってしまうかもしれんな。買うなら現行モデルですね。軽くて燃費が良く、使い切れるエンジンと車体が魅力。GSX250R-ABS2020 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2kgf、M6500rpm。
シート高は 790mm、車両サイズは 2085-740-1100、重量は 181kg。ガソリン容量は15リットルで、燃費は 32.5kg WMTC。航続距離は 487.5km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 56.98 万円。グバイクの中古車価格帯は、21万3500円96万1000円で361台だな。9位、ホンダ CB250R 33.7km。CB にカフェレーサーテイストを加えた、新世代 CB シリーズの普及機、CB250R だ。タンク容量は10リットルで燃費は 33.7km。航続距離は 337km ですね。カラーバリエーションはこちら。マットパールアジャイルブルー、キャンディークロモスフィアレット、マットガンパウダーブラックメタリックの3色です。ホンダ系2輪クラスの鉄板バイクだな。VTR250、CB250F が生産終了し、一時は 25cc ネイキッドが不在になりましたが、今ではその役目をしっかり引き継いだ CB250R ですね。CB1000R から末っ子の CB125R まで同じコンセプトデザイン。全クラスをカバーするモデルは、今では CB だけだぜ。最新モデルはどんな感じですか？ 2022年モデルで排ガス規制対応。新たに SFFBP 倒立フロントフォーク、アシスト&スリッパークラッチ採用したぜ。ちなみに欧州では CB300R として販売されてます。国内にはないイエロー設定ありですね。やっぱりイエローはかっけーな。では、CB250R2022 のスペックはこちら。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は27馬力 9500rpm、最大トルクは 2kgF、M7750rpm、シート高は 795mm、車両サイズは 2020-800-5045、重量は 144kg、ガソリン容量は10リットルで、燃費は 33.7kg WMTC、航続距離は 337km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 56.43 万円。グバイクの中古車価格帯は、29万8000円64万6800円で233台だな。同9位、ホンダ、レブル250、33.7km。CB250R と同系統のエンジンを搭載する兄弟車、大人気のレブル250だ。タンク容量は11リットルで燃費は 33.7km。航続距離は 370.7km です。では、カラーバリエーションはこちら。パールメタロイドホワイト、パールスモーキーグレー、マットガンパウダーブラックメタリックの3色。S エディションは、チタニウムメタリック、キャンディーディーゼルレッドの2色です。250cc のアメリカンスタイルクルーザーというだけで希少なモデルなのに、燃費までいいなんて。君のレベルに乾杯。燃費の良さは、ベースになったエンジンのおかげだな。レベル250の MC49 型エンジンは、フルカウル250スポーツ復活の起爆剤になった CBR250R のエンジン。MC41 型の発展型だ。MC41 型は単気筒 DOHC、10500rpm のレッドゾーンまでサクッと回るエンジンで、その上燃費も 33.7kg と低燃費。ちなみに、CB250R も MC51 という同系統エンジンだ。燃費もレベル250と同じ 33.7kgだ。だから同級位なのね。タンク容量の差で、航続距離はレベル250のが上だけどな。じゃ、最新モデルはどんな感じなの？ 2022年12月に新排ガス対応し、カラーバリエーション追加だな。アシスト&スリッパークラッチに ABS、灯火類はすべて LED 化されてる。壺を抑えた装備だ。そして驚くことに、販売計画台数はシリーズ合計1万7000台という化け物バイクだ。2017年に登場し6年目が経過していますが、まだまだ勢いは衰えないレベルですね。では、レベル250-2022のスペックはこちら。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9500rpm、最大トルクは 2kgF、M6500rpm、シート高は 690mm、車両サイズは 2205-820-1090、重量は 171kg、ガソリン容量は11リットルで、燃費は 33.7kg WMTC、航続距離は 370.7km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 61.5 万円。グバイクの中古車価格帯は、19万8000円159万8000円で562台だな。7位、鈴木、ジクサー250、34.5km。250cc 単気筒で軽量シンプルな揺れエンジン。まさに燃費スペシャル、鈴木ジクサー250だぜ。タンク容量は12リットルで燃費は 34.5km、航続距離は 414km です。カラーバリエーションはこちら。マットステラブルーメタリック、マットブラックメタリックナンバー2の2色です。確かジクサー250の兄弟車に、ジクサー SF250 って名前のフルカウルスポーツがいましたが、そちらの燃費は？どちらも同じだ。お好きな方をお選びください。あ、ジクサー150ってのもいましたよね。こちらは？クラ W ゼダーフト G フジコ LP。さ、ジクサー250の最新モデルだけど、2023年モデルで新排ガス規制対応だな。カラー変更ではエクスターカラーがカタログ落ちした。装備はシンプル。ワンプッシュでエンジンスタートできる、スズキイージースタートシステム、車体制御は ABS のみだ。バイクに乗り始めるなら、このぐらいのスペックがちょうどいいですね。扱いやすいしリーズナブルですし。
で、カウル付きの SF なら、高速走行も楽できるしな。では、ジクサー 250-2023のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9300rpm、最大トルクは 2kgf、M7300rpm、シート高は 800mm、車両サイズは 2010-800-5035、重量は 154kg、ガソリン容量は12リットルで、燃費は 34.5kg WMTC、航続距離は 414km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 48.18 万円。グバイクの中古車価格帯は、27万6200円46万8000円で55台だな。6位、ホンダ GB350、41.0km。燃費、価格、スタイルと、どれをとっても幸せになれるホンダの GB350 だぜ。タンク容量は15リットルで燃費は 41km。航続距離は、なんと 615km。これがいい。これでいいです。では、カラーバリエーションはこちら。マットジーンズブルーメタリック、マットパールモリオンブラック、キャンディークロモスフィアレットの3色。S はパールディープマットグレー、ガンメタルブラックメタリックの2色です。スタンダードも、カフェスタイルの S も同燃費だから、どちらを選んでもバイクの楽しさに違いはないぜ。では、最新モデルはどんな感じですか？ 2021年モデルが最新だ。現在は法規制対応のための受注一時停止中だ。あらま。装備は ABS にアシスト&スリッパークラッチ、トラクションコントロールを採用。シフトペダルに一工夫あって、かかとを踏み込んでシフトアップできるタイプだ。シューズが傷まない仕様。嬉しいやつ。盛らず、飾らず、優しいバイクですね。身の丈に合ったバイクに出会えた気がします。では、GB350-2021 の詳細を教えてください。エンジンは単気筒 348cc、最高出力は20馬力 5500rpm、最大トルクは 3kgf、M3000rpm、シート高は 800mm、車両サイズは 2180-800-1105、重量は 180kg、ガソリン容量は15リットルで、燃費は 41kg WMTC、航続距離は 615km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は55万円。グバイクの中古車価格帯は、54万8000円85万円で129台だな。燃費も 40km 台に突入。でもまだまだ伸びますよ。次はベスト5の発表です。5位、ヤマハ、トリシティ155、42.1km。125cc のトリシテをそのままに、エンジンを 155cc か。高速道路が走行可能になったトリシテ155だぜ。タンク容量は 7.2 リットルで燃費は 42.1km。航続距離は 303.12km です。カラーバリエーションはこちら。マットイエローイッシュグレーソリッド1、ホワイトメタリック6、マットグレーメタリック3の3色です。ちなみに、125cc の燃費は 44.9km でタンク容量は155と同じ 7.2 リットル、航続距離は 323.28km だ。今回の条件を満たせていないので、ランク外だけどな。じゃ、最新モデルはどんな感じですか？ 2023年モデルで新排ガス対応となったな。アイドリングストップに、静粛なエンジン始動を実現する SMG、スマートキーにスマホ接続。12V の DC ジャック内蔵フロントトランク、リアブレーキロックも装備してる。下駄代わりに使うバイクとしては、ベストバイですね。では、トリシティ 155ABS2023 のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 155cc、最高出力は15馬力 8000rpm、最大トルクは 1kgf、M6500rpm、シート高は 770mm、車両サイズは1995-750-1215、重量は 172kg、ガソリン容量は 7.2 リットルで、燃費は 42.1kg WMTC、航続距離は 303.12km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 56.65 万円。グバイクの中古車価格帯は、24万円69万3000円で65台だな。4位、ホンダ、ADV160、42.5km。兄貴分の XADV に負けず劣らずの見た目と装備。ホンダの個性派スクーター、ADV160 だ。タンク容量は 8.1 リットルで燃費は 42.5km。航続距離は 344.25km です。カラーバリエーションはこちら。マットダリアレッドメタリック、パールスモーキーグレー、マットガンパウダーブラックメタリックの3色です。初登場時は 149cc で燃費が 44.1km だったが、新排ガス規制対応時に 156cc 化された。そのため、燃費は 42.5km と下がったが、装備充実を図り商品価値をアップさせてるぜ。最新モデルはどんな感じですか？最新の2023年モデルは、機能追加と新排ガス規制対応だな。トラクションコントロールの採用、液晶メーターの大型化、フロントスクリーンは2段階調整式に変更。アイドリングストップにスマートキー、エマージェンシーストップシグナル。インナーボックスにはタイプ A の USB コネクタ付きだ。相変わらず、スクーターは装備が充実してますね。では、ADV160-2023 のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 156cc、最高出力は16馬力 8500rpm、最大トルクは 2kgf、M6500rpm、シート高は 780mm、車両サイズは1950-760-1195、重量は 136kg、ガソリン容量は 8.1 リットルで、燃費は 42.5kg WMTC、航続距離は 344.25km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。
新車価格は 47.3 万円。グバイクの中古車価格帯は、29万9900円63万円で150台だな。3位、ホンダ PCX160、43.7 キロ。ビクスクブームが去った後の受け皿、軽二輪スクーターの王者、PCX160 だぜ。燃費は 43.7 キロ WMTC で、タンク容量は 8.1 リットル。航続距離は 353.97 キロですね。カラーバリエーションはこちら。マットディムグレーメタリック、ポセイドンブラック、マットマインブラウンメタリック、パールジャスミンホワイトの4色です。搭載するエンジンの違いで、原付に首都軽二輪に分けた、日本の交通事情を考慮したバイクですね。さらに、新型の 156cc モデルと旧型の 149cc モデル、そして 124cc モデルも存在するぜ。これを見分けられたら、あなたもホンダ好き。では、最新モデルはどんな感じですか？最新排ガス規制対応と、カラーリング変更だな。アイドリングストップ、トラクションコントロールにスマートキー。フロントインナーボックスには、USB Type-C コネクタ装備だ。快適装備の宝石場。では、PCX160-2023 のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 156cc、最高出力は16馬力 8500rpm、最大トルクは 2kgF、M6500rpm、シート高は 764mm、車両サイズは 1935-740-1105、重量は 133kg。ガソリン容量は 8.1 リットルで、燃費は 43.7kg WMTC。航続距離は 353.97km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 41.25 万円。グバイクの中古車価格帯は、12万5800円88万円で279台だな。2位、ヤマハ NMAX155、44.6 キロ。ついに燃費も 44km 台へ突入。装備も充実で、対ホンダ PCX 用軽二輪。ヤマハの NMAX155 だ。タンク容量は 7.1 リットルで燃費は 44.6 キロ。航続距離は 316.66 キロですね。カラーバリエーションはこちら。マットブルーイッシュグレーメタリック3、マットダークブルーイッシュグレーメタリック4、マットダークグレーメタリック8の3色です。なかなか愛嬌のあるデザインですね。で、これが、こうなって、こうなるんですね。末っ子が一番可愛い系か？最新モデルはどんな感じですか？2022年モデルは新排ガス規制対応と、機能追加だな。エンジンには VVA とアイドリングストップ、SMG を搭載。トラクションコントロールにスマートキーにスマホ接続と、155クラスの現行スクーターの中では、機能満載の1台だぜ。では、NMAX155 のスペックはこちら。エンジンは単気筒 155cc、最高出力は15馬力 8000rpm、最大トルクは 1kgF、M6500rpm、シート高は 765mm、車両サイズは 1935-740-1160、重量は 131kg、ガソリン容量は 7.1 リットルで、燃費は 44.6kg WMTC。航続距離は 316.66km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 40.7 万円。グバイクの中古車価格帯は、19万8000円41万8000円で68台だな。次で最後ですね。栄光の低燃費第1位は ?1 位、スズキ、ジクサー150、50.0 キロ。今回のまとめトップは、進撃のスクーター勢を抑えた低燃費、ネイキッドモデルのスズキジクサー150だぜ。タンク容量は12リットルで燃費は50キロ。航続距離は600キロです。カラーバリエーションはこちら。ソニックシルバーメタリックパールブレイズオレンジ、トリトンブルーメタリック、グラススパークルブラックの3色です。約2000円あれば、東京から大阪まで走れて、リッター150円、下道走行約500キロ。いざとなれば、高速が使えるというスペック中も満足する性能。下道の場合、約12時間ぐらい必要ですけどね。いろんな意味で、バイクの価値観を変えてくれる1台だな。最新モデルはどんな感じですか？ 2023年モデルは、新排ガス規制対応とカラー変更だ。車体制御は ABS のみ、以上。シンプル。では、ジクサー150-2023のスペックはこちら。エンジンは単気筒 154cc、最高出力は13馬力 8000rpm、最大トルクは 1kgF、M5750rpm、シート高は 795mm、車両サイズは 2020-800-1035、重量は 139kg、ガソリン容量は12リットルで、燃費は 50km WMTC、航続距離は 600km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 38.5 万円。グバイクの中古車価格帯は、12万3000円35万9000円で133台だな。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。気軽に乗れて、高速が使えるバイクのまとめをお届けしましたが、いかがでした？軽二輪は経済的だって、なんとなく感じてけど、ここまで燃費性能がいいってのは驚きだったな。バイクを買うならリッターツアラーって決めてましたが、ちょっと考え方が変わりましたね。用途にすっぽりはまれば、最高な一台になりそうですね。何を一番に優先するかを考えて、バイク選び沼にはまりましょう。それでは、次回の動画まで。
ちみ、な、バッバハイ。